皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回紹介するタイトルは2022年注目の MMORPG を中心に紹介していきたいと思います。すでに記述の内容ばかりで最新情報ということでもないのですが、リリースが迫っているタイトルもあるのでおさらいを兼ねご紹介したいと思います。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタートします。まず一つ目のタイトル、エコー・オブ・ソウル。むやみに手を出すなのキャッチで気になっている方もいるかと思いますが、こちらのタイトル、開発はブルーポーションゲームズ、ジャンルは MMORPG となっており、 PCMMORPG エコー・オブ・ソウルの IP をベースに開発されたスマホ向けゲーム。このタイトル、韓国と台湾ともに各100万以上のダウンロードを記録し、最大同時接続者数は10万人以上の成果を記録。それとともに韓国の Google プレイでセールスランキング2位、ワンストアのセールスランキング1位を記録するなど、世界各国で注目されているゲームです。ゲームの世界観はダークファンタジーで、売りとなる要素は PK プレイヤーキリングあり、全員がアタッカー超攻撃性を重視したガチ MMORPG となっております。ここまで PK 推しのタイトルも珍しいのかなといった印象です。町や村などの安全地帯以外の一般フィールドにてモンスター狩りの最中に PK に遭遇することもあるため、集めた装備、強化アイテムを狩るか狩られるかといったスリルとリスクが存在する最も危険な MMORPG となっております。まあね、プレイヤーキリングは結構賛否両論ありますからね。ただね、このスリルとリスクっていうのは確かにドキドキ感があって楽しいのかなっていう感じがしますよね。で、またプレイヤー同士でリアルタイムのアイテム取引が可能なトレード機能が実装されていて、取引所でトレード可能なアイテムを他のプレイヤーに販売することができるシステムが実装されております。これは良いシステムですよね。意外と僕好きなんですよこれ。ちょっと待ってくださいよカレンさん、ゲーム内トレードなんてバランス崩すだけじゃないですかって思われる方もいると思いますが、トレードできるアイテムにはちゃんと制限が設けてあり、プレイヤーレベルに応じてトレードできるアイテムが決まっているので、バランスが崩れるといったことはないような印象です。また魅力の一つとして GVG があり、領地戦、占領戦、古城戦、大君主戦の4種類のコンテンツが実装予定。それぞれ細かいルールがあり、準備から戦い方まで異なる豊富な要素が満載して、特に大君主戦は各サーバーでイグネア城を占領中のギルドのみが参加できる特別な GVG となっていて、各ラウンドごとにギルド対ギルドで戦闘を進行し、順位によってワールド取引所の税金の一部を報酬として受け取れるというところがガチギルド勢には大好物な要素で、もうこれは札束の殴り合いが想定される内容なのかなといった感じです。ちょっと何言ってるか分かんねえよっていう方もいると思うんですけど、多分このワールド取引所の税金の一部というのがトレード機能で手数料を払うような気がするんですよね、税金としてその手数料がこのギルド戦において上位に入ると一部を獲得することができる、そんな感じなのかなと推察しております。それでも何言ってんだと思う方もいると思うんですが、実際ここはね、プレイして試してみてほしいところではあります。で、事前登録も開始されリリースも近づいてると思いますので、我こそはという方はぜひ EOS プレイしてみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルは以前の動画でも紹介したサマナーズ・ウォー・クロニクルの続報です。5月17日に
プレイトゥーアンを採用した新作 MMORPG サマナーズ・ウォー・クロニクルの事前登録が韓国で開始し、リリースが待ち遠しいところなんですが、なんといってもプレイトゥーアンを実装しているということで、ゲームをしながら仮想通貨が手に入る MMORPG となっております。前回紹介した時はこの情報がなかったので、これ聞いた時にマジかよってなりましたね。ちょっとワクワクが止まらない状態。なぜならプレイトゥーアンを実装しているゲームはそれなりにあるんですが、ちょっとゲームとして物足りなかったり、なんとなくこう言っちゃ悪いんですけどつまらなそうだなといった印象だったんですね。でやっとここに来てまともなゲームが来たといった感じです。でなんでまともなゲームなんだっていう方もいると思うんですが、ちょっとここでサマナー知らない人のために小話をすると、サマナーズ・ウォー・クロニクルはもともとスマホゲームに革新をもたらしたサマナーズ・ウォー・スカイアリーナが元にあり、スマホゲームが出始めた頃の初期タイトルとなっております。で何が革新かというと、当時はパズル系ゲームが多い中、精度の高いゲームサイクルや深い育成要素、進化や覚醒、ルーンといった要素など当時斬新なシステムを取り入れており、常に上位に君臨していたトップタイトル。本当によくできているゲームで、これきっかけで各社こぞって側替えを行い、見た目違いどサイクルや育成システムは似たようなゲームがたくさん出た経緯があります。ゲーム業界にインパクトを与えたタイトルの一つですね。今でいう原神きっかけに各社こぞって似たようなゲームを出すといった感じですかね。でそんな革命をもたらしたタイトルの最新作なので、かなりまともで革新的なことをやらかしてくれるんじゃないかといった感じです。なんといってもプレイトゥーアンの実装、仮にこのタイトルリリースしてからセルランで上位に君臨することとなれば、プレイトゥーアンの認知も広がり、スマホゲーム業界に新たな革新をもたらすのではないでしょうか。そしてこれまでにサマナーズ・ウォー・クロニクルは完成度を高めるためタイでベータテストを実施。テスト期間にもかかわらず Google プレイの RPG 部門1位を記録、好評を得ているという実績もあり、期待度は高まるばかりですね。日本を含むグローバル版は2022年10月に正式リリースされる予定で、現在事前登録中なので気になる方はぜひサイトをご覧ください。続いては6月3日にリリース予定のディアブロイモータル。開発はブリザードエンターテインメントがネットイスゲームズと共同開発しており、本タイトルは全世界で大ヒットを生んだディアブロシリーズの最新作がモバイル版としてリリース予定。これはマジでやばい。ディアブロっていう名前を聞いたことない人ってあんまいないと思うんですよね。で世界観はダークファンタジーで、物語やディアブロ2、ディアブロ3の間の物語となっているとのことで、ディアブロを今まで遊んできた方には楽しみな作品ですよね。そんなディアブロですが、振り返るとなんと1作目は1996年にリリースされ、 MMORPG の先駆けとなったタイトルで人気を博し、現在もなお多くのコアなファンが楽しんでプレイしているシリーズ。やったことないけど名前だけは聞いたってことある方も多いですよね。マジすごいですね。この手の作品で26年もの間愛され続けるタイトルってあまり見ないですよね。まさにモンスター級タイトル。ただこのタイトルが発表された時は愛されているがゆえの炎上騒ぎもあったようで、2018年に行われたゲームイベントでモバイルでリリースするよって発表したことによってネット上は大炎上となり、モバイル版の予告動画の再生数は400万回に対して高評価は 2.6 万、低評価が33万もつき、さらにコメント欄も荒れたようです。とはいえ現在事前登録者数は全世界で3500万人を突破しており、リリース後のセルラン上位獲得は約束されている感じですよね。
また昨年11月に日本版のベータテストを実施したところ、結果参加された 90% の方が好印象を持っており、ディアブロファンの方のコメントを見る限りだとちゃんとディアブロとして遊べている。モバイル版になって操作性がどうなるか心配していたが、コンソール版のディアブロ3と変わらないアクションを楽しめたといったポジティブの意見も見られていて、まずまずの結果となっているようです。リリースまで秒読み開始となっているので、興味のある方は MMORPG の先駆けハクスラの真髄をぜひ体験してみてはいかがでしょうか。続いての作品はアンディセンバー。開発は本作がデビュー作となるニードゲームスって読むのかな。ジャンルはハクスラ系アクション RPG、 世界観はダークファンタジー、クロスプラットフォーム対応で2022年1月13日本国韓国にて先行リリースしており、現在のプレイヤー人口も300万人を突破しており、かなり活気が出ている印象です。本タイトルは従来のアクション RPG にあるクラス概念がなく、プレイヤーの好みに合わせたプレイスタイルで装備やスキルを組み替えながらプレイできることが売りとなっております。なので簡単に言ってしまうと、例えばタンク系のクラスだと斧や盾といった装備で近距離系スキルを使って戦闘をしていくのが従来の概念だけど、本作は剣を持ちながら魔法を発動させたり、タンクなのに超俊敏であったり、弓を持って召喚獣を刺激できたり、装備やスキルなどが自由に組み替えることができ、自分だけのバトルスタイルを作っていくことが大きな売りの一つとなっているとのことです。様々な組み合わせができそうなので、効率を目指す組み合わせにするのか火力重視にするのかなど、いろいろと楽しめそうですよね。またハスクラということでバトルも終始にわたり敵を一掃できる感じも爽快感があり楽しそうですね。本タイトルは2022年上期中に日本での展開も実施されるので、7月から9月頃には出そうな感じなので、今から楽しみですね。ハスクラ系に興味がある方はぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。そして今回紹介する最後のタイトル、セブンナイツレボリューション。開発はネットマーブルで、こちらのタイトルすでに情報もたくさん出ており、ご存知の方も多くいるかと思いますが、2015年10月にスマホ向けゲームとしてリリースしたセブンナイツの IP を用いた MMORPG で、韓国では7月に正式サービス開始が予定されております。もうこれ見てくださいよ、この美麗なアニメ調グラフィックやばいですね。さすが人気 IP を使ったタイトル、力の入れ具合が違いますね。ゲーム内容としては、プレイヤーは片手剣、盾、弓、槍、斧、操縦などの多彩な武器を3つ切り替えながら、時には英雄に変身してド派手なアクションで強力なダメージを与えたり、自由度の高い戦闘を楽しむことが可能となっております。またちょっと詳細の方は公開されてないのですが、オープンワールドで繰り広げられる協力コンテンツとして、点在する巨大ボスなど他のプレイヤーと協力して討伐することができるコンテンツも用意されているとのことです。日本展開についてはまだ未定でありますが、セブンナイツレボリューションの公式サイトや公式ツイッターが去年から運営されているため、リリースされることは間違いないと思います。ちょっと話は変わってしまいますが、5月12日にネットマーブルのカンファレンスがあり、その中で今後リリースする俺だけレベルアップな剣や7つの大罪オリジンのリリースは23年以降になる見通しとのことで、投資家向けに発表がされたそうです。セブンナイツレボリューションについては22年中に来そうな気がします。ということで今回はリリース間近のスマホ MMORPG について紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれも楽しそうなものばかりで、 MMO ってこういうものだよねっていうところを再認識することができました。当然スマホ版ということもあり、札束の殴り合いが想定されますが、無課金でも当然楽しめる内容と思いますので、ぜひこの機会に楽しんでみてはいかがでしょうか。チ
チャンネル登録するかお任せしますが、できたらチャンネル登録お願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。